はい、ババンババンバンバアミバミバミバババンババンバンバアミバノノババンババンバンバアミバミバミバババンババンバはい、何てるかな藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライフを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りし、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん。画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ね、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところにご紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。ぴょんさん、猫ミーム以前にミームの意味がわからんです。はい。なんか説明してたの聞いてたけど、わかんなかったよ。なんか、広がるだか、なんか、癖になるみたいな感じだったかな。わからんです。おのおの調べてください。で、一日一個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、行きますよ。せーの。ジャスティース。はい。にゃーんこたち、ジャスティース。たまちゃんはこたつの中から出てこないな。今変な声出したからクータがびっくりしたのかな。まっちゃんはお構いなしだったな。お皿きれいになったかな。どかしても大丈夫ですかね。今日も塩入り、白湯というか、塩入りのお湯。はい、これで板前が広くなったかい？やっぱり、あれだな、カレーになっても、チュールの香りが、なんだ、美味しいんだな。はい、どうぞ。みんなもなっちゃったな。てんたまさん、今夜もジャスティース、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ、本日もお付き合い、よろしくお願いいたします。ピアンさん、ジャスティース、芋食ってんのがいいな、羨ましいな。アニスタンさん、ジャスティース、今日はワイかな。ルネッサンスだな。今日は塩入りの湯。
なんかさ、夜寒いな、寒いなと思ってたらさ、雪マークに変わってんのな。雪かと思って、そりゃ寒いなと思ってさ、なんか週間天気の方見ちゃってね、なんか今週は暖かくなるみたいだった。こっちか。画面逆転してんだよな。みたいだったからさ、今日はもしかして今日あたりから暖かいのかなんて思ってね、油断してたんだけど、でも寒いよなって思ってたわけよね。そしたらなんか雪マークになってるしさ、でね、ヒーターに猫あんな団子になってるし。寒いじゃん、だったら寒いじゃんみたいな感じね。明日はまだ寒いんだよね。明後日あたりからなんかね、暖かくなるっぽい感じなんだよね。てんたまさん、朝ごはんに出遅れた猫面白かったです。あ、そうなんだね。何が違うのかわかんないんだけどさ、猫喋らせたらいいっていうのでさ、なんかちょっと挑戦してみたんだけど、みたいな感じね。で、たまちゃんのは全然ね、インプレッションされないし、で、朝ごはんの方のはどうやらさ、インプレッションされてるっぽくてさ、それなりに再生回数回ってんじゃん。何が違うんだろう。何が違うんだろうなっていうのがね、全然わかんないんだよね。どの辺でインプレッションしたりされなかったりね。まあ、あれかね、ちゃんと最後まで見てもらえてるとか、なんか視聴時間でインプレッションの数変えてんのかもしれないけどな。なんでこんな違うんだろうっていう感じ。ビョンさん、アートホテルのミストサウナどうでしたか？ミストサウナはね、頭だけあったかいんだよね。で、体の方は全然普通なの。だからまあ、いつまででも入ってられるっちゃられるんだろうけど、なんか頭だけ熱いのも、なんかなとかって思って、だったら、お湯に浸かってる方のがいいかな、みたいな感じになって、露天風呂に移動したよっていう感じでございますよ。よしさん、ジャスティス、ありがとうございます。ハニタンさん、猫の主張がわかりやすかったです。なるほどね。なんだ、一般的に、たまちゃんの方は猫飼ってる人でないと、なんかよくわかんないみたいな感じなんだろうな。で、あれか、朝ごはんの方は人間でも別にあるパターンだから、そういう感じでいけばいいのかね。カニタンさん、やばいの言葉で、そうね、それもあるかもしれない。サムネのところに選んだ、言葉だったっけ？とにかく猫が喋ってるっぽい感じで、猫の表情が、可愛い感じのシーンを選んだつもりだったんだけど、それがたまたま、やばいのところだったから、もしかしたらそれかもしれないな。じゃああれだな、やばいを使い倒して、もうちょっとパターン広げていく感じか。カニタンさん、2匹の猫が病院に連れて行かれたときに、やばいを連発してた。なるほどね。そんな感じがね、やばいかな。ね。テーターさん、バックミュージックがコミカルでよかったです。音楽な。音楽もそうなんだよね。だから、YouTube のね、推薦されてるやつの中からね、使うといいみたいなんだけどな。タニタンさん。という動画がバズってたそうだね。なんか何回かその、ショート動画のサムネを見た気がするけど、そのやばいって言ってるやつな。それかもな。じゃあ、やばいをちょっと使い倒して、いくつか展開していく感じかな。なかなかあれ、文字入れんのがさ、こう、ちっちゃいんでさ、タイミングがな、ちょいこっちなんだけどっていうね、のができないわけよ。で、こう、広げられればいいんだけどさ、あれ広がんないのよね。あれをさ、でもなんかタイミングずれると面白みに欠けんじゃん。もうさ、必死でね、合わせるのがさ、なかなか難しくてな。
で、他の、アプリもあるみたいでさ、それでやってみようかとも思ったんだけど、今までとにかく使ったことがないんで、使い方がわかんなくて、諦めて、いや、しょうがない YouTube の編集でやろうと思ってな、頑張ってやってみましたっていうね、感じ。あれだとさ、フォントが選べないわけよね。可愛らしい文字。可愛い声で泣いた時は、可愛いね、フォントで、ね、なんか、喋ってるみたいのがさ、表現ができなくて、あとなんだ、テロップが出てくる場所もさ、あの、難しいんだよ。編集しづらいんだよな、もうとにかくスマホで編集するのさ、慣れてないんで、頑張った割にはな、まちゃんのやつだけ、でもまちゃんのやつだけでもね、ちょっと再生されたのが良かったよと思ってさ、全部だだ滑りだったらさ、そんなやったのにさ、悲しいじゃんみたいな感じなんでね。ちょっと、ただね、カメラ向けるとね、黙ることが多いってさ、黙ることが多いでね、結構、ボツの動画がね、よく出るんだよね。撮ろうとするとさ。で、あとは、今日何があるかな。今日は、日曜日だから何にもない。日曜日だから、ゴミ出しもないし、農協もやってないし、あとは農協もやってないし。農協しか話のネタないんだな、私な。今日はあれか、昨日夜ね、また、メルカリでフニャータが売れたんで、それの発送しようと思って、そうそう。で、メルカリだったからさ、最近メルカリで売れることはあんまりなかったんだけどさ、久々にメルカリだったんで、メルカリだったらね、メルカリポストがさ、使えるじゃんって思って、で、まあ、メルカリで売れてもさ、メルカリショップの方で売れたりとかするんでね、ショップの方で売れると、メルカリポスト使えないわけよ。だけど今回はね、ショップじゃない方の普通に出品した方で、買ってもらえたんだよね。だから、メルカリポスト使えるなと思って、久々にと思ってさ。で、今日はファミマにね、メルカリポストあるんで行ったら、なんかメルカリポスト終了します、撤去しますみたいな感じで、なんか何月何日で終了ですみたいになんか張り紙がペロって貼られて、あれなんだよと思ってさ、メルカリポスト何もう提供するのと思って。でもまだね、選べる状態だから、じゃあ全国的に撤去するわけじゃなくて、ここだけ提供すんのみたいのでね、っていう感じよね。なんか1年もここにあったかしらっていうぐらいのね、なんか寿命だったなっていうね、メルカリポストな。結局レジに持ってって、シール貼ってな、お願いしますって、今日はやってきましたよっていう感じ。で、今日はね、ドラッグストアのクーポンはギリギリ当たったんだけどね、まあ、欲しいものがないわけよね。で、にゃんこのご飯がね、まあ、30%引きになってたら買おうかしらと思ったけど、それもね、すっからかんでなかったんでね、何も買わずじまいで、帰ってきましたよ。で、相変わらずスーパーでは30%引きのシールが貼られた野菜がなかったので、帰ってきました。帰ってきましたよっていうね、感じです。てんたまさん。3連休中なのに、あ、そっか、3連休か、明日も休みか、そうだ。だから明日お客さん来るのか。街中は何もやっていませんでしたね。なんかなんもないよね。ピョンさん、話題は農協頼みかいね。日がな一日ここの前に。ここでね、猫ミームってどうやって作ったらいいんだろうと
とかってね、頑張ってみたけどダメだったっていう一日だったんで、話のネタがないよって感じな。ピョンさん、ご乗車お疲れ様でしたって車内アナウンス。珍しいと思った。ご乗車お疲れ様でした。車内アナウンス。あ、そうなのね。マイさん、ハッピーハッピーハッピー。あれか、猫ミームの曲。そう、猫ミームでさ、調べたんだよね。そしたらさ、なんか、その、元祖、その猫ミームっていうのは、グリーンバックとかでね、切り抜いた猫の動画をね、作ることが猫ミームだったみたいなんだけど、それでバズった猫動画を使って、なんか動画を作るのが今の猫ミームらしくて、昔の猫ミームとはね、違うんだって。何それと思って。せっかくうちに猫の素材だったらいくらでもあるのにさ、ねえ、それ使って、で、自分の Vlog かなんか作んなきゃいけないの。いやー、めんどくさいっていうかね、なんかそれに技術を使うんだったらさ、うちのにゃんこの素材使ってなんか動画作りたいもんね、と思って。ねえ、で、今日は格闘したんだけど、朝起きてすぐにさ、ダメだったっていうことでね、諦めたんだよね。そう。で、その猫ミームの中で、だから、いくつ5個ぐらいあるんだっけか、パターンがね。で、それの中の、歌でね、そのハッピーハッピーハッピーっていうのが、なんか1個ね、あるっていう話だったよね、確かな。てたまさん。3月まで手数料無料なヤフーフリマで落札されると嬉しい。あ、3月までってことは2月いっぱいじゃなくて3月いっぱいまで。なんかそんな話あった気がするけど、いつまでだったっけと思って、もうとにかく最近何出しても売れないから。何出しても売れないからね。なんかもう諦めモードだし、で、大体100個マックスで出しちゃってるんでさ、なかなか新しく出品できないんでね、ヤフーフリマは諦めてたんで、なんかあんまりちゃんと詳しく調べてなかったんだけど、条件さ。3月いっぱいなのかな2月いっぱいなのかなまあ、まだあるってことだよね。そうなんだよね。そこでね、買ってもらえるとさ、ペイペイの残高が、ペイペイの残高が増えるのでね、困った時のペイペイの残高が増えるので、ありがたいんだけどって感じね。3月いっぱいじゃあまだ1ヶ月以上ある感じか。じゃあまだ私にもチャンスあるかな。今日ね、やったらこの前作ったふにゃたの皮の部分ね、今日は中身詰めてさ、綿詰めて、で、閉じたんだよね。で、まあ、まだあと写真撮影してね、出品しなきゃダメなんだけどさ、出品するとしたら、まあね、その3月のイベント用にするつもりであったけど、やっぱりそんなのがあったからさ、手数料無料っていうのが、だからまあ出した方がいいかなみたいのがあってね。で、まあ準備だけはしようかなと思って、で、今日さ、あ、えっと、おひなさま、おひなさまフニータ、いや、おひなさまフニャータ作ったらいいかなと思って。おひなさまふにゃた作ろうかなって思いついちゃったわけよね。だからもう散々作ったっつうのにさ、新たに今日さ、で、まあその、最初はおひなさまふにゃただけ作ろうと思ったんだけど、生地がね、3個、あと3個できる量だったんで、またさらに3個作っちゃってね。なので、お代理様とお雛様と、あと
いちご狩りふにゃった3つ新たに作ってね。だから今日一日ふにたふにゃた作りで結局費やしてしまったよっていうね、感じだったんだよね。3月いっぱいまで。ピオンさん、ヤフオクの方が売りやすい気もするそうなんだね。マイさん、梅の時期ですね。ね、そう、だからさ、暖かくなるじゃんか、来週。で、今週はね、お客さん来んだよね。ただ、お客さん来る間を縫って、ね、梅見に行くか、とにかくさ、動画の素材がないわけよ。動画の素材ないんでね、撮影しに行かないと編集ができないんでさ、っていうとこなんだけどさ、お客さん来ちゃうんでね、お客さんが来る合間を縫って、ちょっと取り行って帰ってきてみたいなね、しないとあれかな、みたいな感じね。あったかいとでもまあ、そのさ、梅園もな、混むだろうしな、っていう感じなんだよね。だけどね、やっぱり、なんだろう、寒いと行きたくないんでね、あったかいならまあいいけどさ、っていうのでさ、ちょっと今週狙い目かなと思ってんだけどね。もう終わってんのかまだ大丈夫か梅の時期って。ピヨンさん、マイさん、うちの庭の梅の木満開です。ああ、そうなんだね。そう、だからこの前の温泉のね、動画の時にもう梅がさ、結構咲いちゃってたから、あれもしかしてもう終わりだったりするとかって思ったんだけどね。まだ大丈夫そうかね。福岡の方で今満開だったら、こっちはまだ大丈夫かね。やっぱり今週あたりっていう感じかね、見頃はね。天玉さん、青森で取りだめしないと。ねえ、ただ、わかんない。意外と取れないかも。意外と取れないかもしれないからな。新幹線で何取ったらいいみたいなね。だからね、駅弁かとかって思って、今さっきね、このライブ始まる前、ちょっと調べてたんだけどさ、大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。てーたまさん、ぴよんさん、庭に梅の木は粋ですな。そうだね。ね、目白とかが来そうだな。てんたまさん、大吉さん、こんばんは。ぴよんさん、てんたまさん、田舎ですから。日本の、日本の風景に梅はいいですよね。てんたまさん、駅弁動画いいですね。ねえ、わかんないけどさ。紐引っ張って暖かくなる、弁当ってさ、経験ないわけよ。だから、それで、なんかね、ちょっと買ってみようかなとかさ、どんな弁当があるのかなとかさ、なんかちょっと調べてたっていうね、感じでございました。で、あとは何だったっけな、おひなさまにあた作って、猫ミームが、挫折して、で、今日は夜中ゆりたに起こされて、眠いよ、みたいなね、感じかな。じゃあ、タロットカードタイムいくかね。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そうで、今日はさ、なんかカレーが食べたい気がしたわけよ、さっきな。カレーが食べたい気がするなって思いながらさ、カップ麺もカレーじゃなくってね、普通の醤油味のうどんだしなと思って、で、まあ、レトルトのカレーはあった気がするけど、それと、まあ、なんだっけ、砂糖のご飯と、で、まあね、カレー作れば
できなかないけど、どうしようかな。またね、もう、毎日毎日、備蓄解放して、なぁと思ってさ、でね、パンが残ってっからさ、パンをさ、ちびちび食べてたんだけれども、でもカレーなんだよね。寒いし、あったかいの食べたいしなと思って、いや、そうだと思ってさ、まだね、おねしょシートをここに広げてないから上に乗られると、ごめんね、ゆりた。な、で、なんだったっけ、カレーな。カレーがないなと思ったんだけど、ああ、そうだと思ってさ、なんか2週間ぐらい前かな、に、アルファ米のさ、ドライカレーをね、買って、ヤフオクかなんかでさ、で、それが届いてね、で、備蓄用にと思って買ったんだけど、あ、そうだ、ドライカレーあった。あれでいいかと思って。あれでいいかとかって思って、結局備蓄開放して、早速、買ったばかりのね、まあすでに賞味期限は切れてんだけど、感じだけどさ、そのね、ドライカレーを、ね、食べました。はい、ゆりたん、こんな感じな。うん、いいことね。もう毎日毎日、ね、確実におしっこされるからね、この上乗るとさ、ゆりたんはね。駅弁当がいいですね。けんたまさん、自分なら駅そば巡りしちゃう。へえ、そうなんだね。駅そばってそんなに違うもんなの？なんか同じ店が入ってそうな気がしたけど、そんな食べれるかな？大工さん、はい。LINE でリアストップ、ありがとうございます。けんたまさん、大工さん、早いね。早いね。時間が稼げないよ。カニタンさん、湯島天神梅祭りって、いうのがやってる。行ってみようかな。あ、そうだね。まだ満開じゃない時にね、去年、まあ、一昨年になっちゃうのか。一昨年の年末のね、ヌン活。ヌン活の動画の時ね、湯島天神の真ん前だったんだよね。で、その時はまだね、年末だから、梅の時期には早かったけど、梅いっぱいね、綺麗に植えられてたんで、満開になってたら、確かに見頃かなっていう感じなのでね、行けるんだったら、行ったらいいと思うね。はい。では、大樹さんから、LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。また出た？あれ、今度2本か。この前3本だったけど、あれ減ったな。減っちゃったね、本数がね。なんだよ。えーっと、サイズダウンってことでいいかな。ダイエット成功ってことでいいですかね。断捨離成功しました的な感じでいいですかね。たぬこさん、こんばんは。ボンソワ。けんたまさん、ググりましたが、湯島天神梅祭り、楽しそう。そうなんだな。ぴょんさん、カレー食いたい。そう、今日カレーうどんが食べたかったんだよね。カレーうどん食べたかったんだけど、どうしようかな。今から作る時間でもないし、なぁと思ってね、どうしようかなと思ったね。寒いしさ、って思ってね。で、まあ、そのドライカレーだったらお湯沸かして入れてね。で、できるまでの間、自分のお腹で、自分が温まって、で、それでいいかと思ってね、食べて。で、美味しかったんだけどさ、
美味しかったんだけどね、やっぱり、もたれるというか、食べた後に、っていう感じな。てったまさん、たぬこさん、こんばんは。カレー粉1キロ仕入れましたよ。あ、そうなんだ。いいね。カレー粉もほら、備蓄でね、ちっちゃい缶あるじゃんか。あれを2個ぐらい最初に備蓄したんだけど、使って、で、今、1個もストックがない状態で使っちゃってる感じな。その代わり、ルーのカレー粉はね、お客さんがね、また急遽予約するとき用に備蓄してあるけどって感じ。なんか2年ぐらい持つんでね、そのまま取っとこうかなと思ってね、置いてある感じでございますよ。なんだっけ、これ、ワンドのに、そうそうそう、なんかさ、今年すごいさ、唇がさ、切れるわけよね、裂けるわけよね。で、あ、久々だなぁなんて思ったんだけど、唇切れるなと思って、で、分かったんで、と思って。今年、今回、風邪もひいたし、久々にさ、ね、何年ぶりかに風邪はひくし、で、唇ね、パクリ切れるし、なんだいとかっていうふうに思ったんだけど、乾燥してるんだわと思って。今までさ、この部屋乾燥するんで、洗濯物はさ、部屋干ししてたわけよ。部屋干しして、この部屋の湿度を保ってたんで、それで多分いい感じだったんだろうね。唇がパクリ割れることもなく、で、風邪ひくこともなく過ごしてたんだけどさ、ゆりたんのな、おねしょシーツを洗うようになってから、外で干した方がいいかなと思ってさ、外で干すようになったんだよね。で、この冬はさ、外で干してるんでさ、部屋干ししてなかったんで、この部屋がさ、乾燥してるんだわ。そっか、それで唇切れるし、風邪ひくしな、みたいな感じで。そっかってね、原因分かっちゃったんだよね。てんたまさん。カレー粉は料理でいろいろ使えますのでね、そうだよね。カレー食べたくなった時、カレー粉を入れれば多少でなんか満足するからな。フィオンさん、やったら鼻血出るなと思ったら、点鼻薬かなが原因だった。逆効果みたいな。カイニタンさん、点鼻薬はぐっさり刺さるみたいな。そういうこと。ワンドの2の意味。世界観。白壁の上に背筋をピンと伸ばした男性が立っています。手には地球儀、視線は東方。あなたは今よりもっと大きな世界に目を向けているようです。夢や目標を、叶える選択肢をあなたは心の中に2つ持っているはず。さあ、どちらを選びますか？テーマ、方向性を決める。ワンドの2。数字の2は対極にある2つの対象を表します。2つの理想や目的が現れたとき、どちらを選択するか決めることを示唆します。2本の棍棒。棍棒は目的や理想、情熱の象徴。1本は男性が左手に握り、もう1本は固定。目標や理想にまつわる選択肢が2つ存在することを意味します。遠くを眺める、壁に立った男、白壁は実績を象徴するもの、男性は商人のような服装をしていることから、物質的な成功を手にしていることが理解できます。また遠くを見つめている姿から、夢や理想を思い描いている姿も伺えます。地球儀、成果や実績を示します。
また、グローバルな視点、視野の広さを持つとも解釈できます。赤いバラと白いユリ。赤と白は男女の象徴。創造性や情熱と理性のバランスが取れていることを意味します。ダイアルカな、魔術師鳳凰に書かれています。ワンド2の物語。火を象徴するワンドは目的や理想、情熱を示します。はい、わかりました。今日は逆位置だ。逆位置で出た場合、目の前に選択肢が現れたとき、あなたは選択することが難しいと感じる。あなたはまだ理想の選択をするための材料が足りてない。あなたに必要な材料は経験や計画、もしくは実力かも。材料さえ揃えばあなたはきっと理想や目的を叶える素晴らしい決断ができるはず。はい。恋愛、相手の気持ち、仕事、人間関係、金運、逆位置、金運も低迷気味。はい、わかりました。ウェイトの解釈、右手に持っているのは地球儀。男性が右手に持つ地球儀は実績や成果の象徴。一定の成功を収め、富や権力を手にしているのでしょう。しかしその成功も片手に収まる程度の小さな世界。世の中にはさらに大きな世界が広がっている。男性が遠くの景色を見つめていることから、成功の先にある大きな世界の存在について、男性は認知していると解釈できる。2本のワンドが書かれています。1本は男性が握って、もう1本は壁に固定された状態。固定されたワンドは男性が成功によって手にした権力や富、名声を意味する。男性が握っているのは新しい理想や目的を見据える情熱的な意思を示しています。自分の理想を求めるか、冒険を諦め現在の地位にとどまるか、方向性を定めることが必要なのだと、あなたに選択を促しているのです。なるほどね。てなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、冒険するのそれとも安全を求めるのどっちなのみたいなカードだったんでしょうかね。どちらを、選択しますかね。楽しんでいただけてたら幸いでございます。まあ死ぬ時ね、なんで挑戦しなかったんだろうってね、みんな後悔するらしいので、挑戦しようかなって思ってる藤子さんでございますよ。天玉さん、天理薬といえば、そろそろ花粉の季節。4歳、やたら、失神になるなと思ったら、風呂で硬めのスポンジ使ってるのが原因だった。ああ、そうかもね。天玉さん、ぴょんさん、満身創読めない。ではないですか。ぴょんさん、天玉さん、その通りです。でも原因分かってよかったのよ。わかんないけど、あれじゃないの洗剤使わなければいいんじゃないのかね。あとは、今日は作業しながら見てた動画の話があるか。今日見てたのは、イカとタコ。そうだ、イカとタコがすげえなっていうのでね。頭いいんだね、あの人たちっていうか。イカとタコすげえなと思ってさ。なんかそれと、なんかタコは、8本以上あればいいのかな足っていうのかな
腕っていうらしいけどさ、なんか日本だとタコの足とかっていうんでね、なんか足って感じだけど、学術的にはなんか腕って言われるらしいんだよね。で、あれが8本以上あればいいかなんかで、だから、なんだろう、8本ではなくて、もっとすっげえたくさん、なんかね、100本ぐらいあるタコが発見されたこともあったらしくって、キモ、キモって感じなんだけど。で、トカゲの尻尾みたいにね、切った後もね、うにょうにょ動いてるんだけど、トカゲの尻尾はまたね、そのうち生えてくるんだけど、タコの腕は切っちゃうと、もう生えてこないんだって。だから、もし、7本以下の、腕のタコを見たら、いろいろあったんだなって思ってあげてくださいみたいな感じでね、へえ、そうなんだと思って、イカとタコに関しては全然知らないことがいっぱいあったんでね、へえっていう感じだったんだよね。で、すげえなって思ったのが、イカは、鏡を見せて、自分の姿だってわかるらしいんだよね。へえと思って、あれ、うちの猫どうだったっけと思ってさ、なんか猫に確かね、鏡見せたことあるんだけどさ、そんな動画をいくつか撮ったんでさ、見せたことあるはずなんだけど、なんか特に面白いリアクションもしないんでさ、なんかね、まとめるのが難しかったんだけど、でもよく見てるわけよ、うちのニャンコは自分が映ってる姿ね。見てるんだけど、だから、鏡じゃなくて、あの、なんだ、ガラスとかさ、そういう反射するものに映ってる自分の姿をさ、よく見てるわけよ。だから、ああ、ナルシストだなーなんてふうに思ってさ、見ることがあるんだけどさ、だから鏡見せた時に、たまちゃんかな、あとはまちゃんも時々かな、鏡の後ろをさ、やっぱりさ、確認することがあるわけよね。なんで、そう考えると、自分の姿を自分だっていうふうに認識して見てるわけじゃないんだなと思って、よくさ、反射してる猫の姿を見てね、自分だって認識して見てるわけじゃなくって、なんか他の猫がいるみたいな感じで見てんのかね、あれはって思ってさ。そうすると、猫は鏡見て自分の姿を自分って認識できてないわけでさ。で、その自分の姿を自分だなって認識できるのは、まあ、霊長類、人間とか、なんだ、猿とかゴリラとかチンパンジーだっけ、なんかそれと、で、イカタコは、その海の中の霊長類っていう風に呼ばれてるらしいんだよね。で、へえ、そうなんだと思って、相当頭いいらしいんだけども、イカはその鏡見て、自分の姿がね、自分だってわかるらしいんだよね。それはすごいな。それはすごいなって思ってさ、猫わかんねえのにな、イカわかるんだと思ってさ、へえっていうね、思ったのと、あとはタコの足がね、すげえいっぱいあるんだっていうのがね、分かったっていうのと、まあ、タコ足じゃなくて腕らしいっていうことがね。いや、そうで、なんか気に入ってる人には、いたずらしないのかな、だけれども、いい子にしてるらしいんだけど、なんか嫌いな人がいると、なんか墨かけたりとか、なんかするらしいんだよね。嫌がらせしたりとかするらしいんだよね。だから、へえと思って、だから、なんだ、認識できるってことね、個別に認識できるっていうのかな。なんか、人の顔をね、覚えることできるっつってたね。だから、私より頭いい。私、人の顔覚えらんないからね。人の顔と名前覚えらんないからさ。あ、多分私より頭いいなと思ってさ、すげえなーなって思ってね、今日はその話を聞いたのと、あとはうずら。あと、うずらの話聞いてたな、今日はな。
ーっと、てんたまさん、いろいろあったんだな、そう。なんか戦ったんだろうな、過去に、みたいなね、壮絶な人生だったんだろうなってね、思いを馳せてあげてください。だって。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。ぴよんさん、ふじこさん、いろんな話しとしゃんねえかな。ハートで見えないんだよね。違うんで、だから話のネタがないからさ、みんながさ、話のネタ提供してくれればさ、あれなんだけどさ、頑張って話のネタをね、日々仕入れているわけでございますよ。で、ここで喋ると忘れるから、私は。言い方違うからな。カニタンさん、イカのどこにそんなのがね、あるのか不思議。あ、そうそう。で、タコだったっけな、タコもイカも両方だったっけな、脳みそが2つあるって言ってた。脳みそだったっけ、心臓だったっけ、いや、脳みそだった気がするな。脳みそが2つあるって言ったかな。で、腕とか、皮膚のところにあるんだって。だから、皮膚で、なんだろう、考えるみたいな、なんかそういうこともできるらしいんだよね。なんかすげえな。で、そうだ、イカの目かな、ギョロギョロしてさ、ね、ダイオウイカの目なんかさ、すごい印象的な、イカの目だけどさ、盲点がないんだって。人間だとほら、神経の集まりのところがさ、盲点になるんで、そこがね、視界が描けるんだけれども、いかにはね、その盲点がないんだって。すげえ優れた、目らしいよ。へえ、みたいなね、話だったな、イカタコはね。そうだったんだ。頭いいんだっていうのがさ、知らなかったんでさ、って思ったのと、あとは、あれだね、うずらの話、うずらなんかあんまりね、興味ないというか知らなかったけどもさ、うずらって肉も食べんのな。まあ確かにそうかと思って、鶏だってまあ食べるわけだから、うずらの卵食べるということは、うずらもまあ食べるのかと思ってね。でさ、へえって思ったんだけど、そのうずらの肉がさ、うまいらしいんだよね。で、昔は貴族の、なんだ、ごちそう的な、ゆりたん、ゆりたん、はい。ね。で、そう、まあ、同じ個体からは同じ柄の卵しか生まれないってことだけは知ってたんだけど、うつらの雑学としてはさ。で、うずらもなんか性格が結構いろいろまちまちというか、あの、オスが気性が荒くって、だからメスに、交尾したいと思って、突進してって、でね、場合によってはメス死んじゃうぐらい、なんか激しくね、交尾するらしいんだよね。で、メスの方は、今度はね、卵を産むと、今度はピリピリしてね、逆にメスの方が今度は攻撃的になるんで、オスはね、巣の中には入れてもらえないとかっていうのところがあるらしいんだよね。で、他の種類の、うずら、ヒメウズラだったっけな。ヒメウズラが、おとなしいんだったっけな。で、ペットとして飼いやすくって、で、全然違うんだよね。その柄も、オスの方がね、そのメスに気に入ってもらうために、派手な色はしてんだけど、個体によってどんな柄になるかわかんないらしい。とかって思ってさ、そんならしいんだよね。で、穏やかみたいなんだよね。だからペットとして飼いやすくて。
だからまあ、一夫多妻だったりとかもあるし、あとは一夫一夫妻だったりとかもあるんで、で、子育てもなんかね、両方でね、オスメス両方でやったりとか、なんかするらしいんだよね。へえとかって思って。ね、可愛らしいね。可愛らしいね、なんて思ってね。で、そのさ、うずらの卵は見たことあったけど、そっから生まれたヒナって見たことなくて、まあ、卵がさ、あの小ささだからね、あれから出てくるヒナなんて、まあちっちゃいわけよ。ちっちゃいな。ちっちゃいなっていう感じのね、ヒナがね、そう、でもあんなちっちゃいね、鳥だけど、その、産む卵の量が多いんで、で、なんだ、食べるのにね、適してるっていうので、なんか好んで、飼育されてたんだったっけな。けども、なんだかでダメになった時があって、で、それからね、絶滅の、危機に瀕してはいるんだけど、なんとかね、なんとか、続けてるみたいなんだよね。で、まあ、そうは言っても、うずらの肉食べれるところも、まあ、あるんで、食べてみたらいかがでしょうかみたいな、なんかそんな感じで動画は締められてたけどさ、いやね、だって、うずらの卵5個で鶏の卵1個分っていう感じなんだって。だからそう考えれば、料理とかにも使いやすいじゃんっていう風に紹介してたんだけど、いや、5個も使うんかいと思ってさ、5個も使っちゃったらさ、だってあの1パック10個入りかなんかじゃなかったっけ？で、5個使っちゃったらさ、半分使っちゃうわけじゃんか？で、半分使って卵1個分っていうことはさ、1パック卵2個分かっていう風に考えるとさ、なんかそんなにね、簡単にっていうのかな、使う気にはならないけどと思って、だからうずらの卵の卵かけご飯もね、そのうずら業者の人は、そうやって食べてるらしいんだよね。あ、確かにうずらの卵の卵かけご飯って食べたことなかったなと思って、そう言われてみるとちょっと食べてみたい気もするけどさ、5個も使うのか。なんかあまりコスパいいとはなんか感じられないんだけどなと思って、いっぺんに5個から13個ぐらい産むとかって話だったっけ？でもね、1回でそれだけ売っても毎日そんなに産むわけではないわけでしょって思ってさ。そう考えると、ね、で、1回で5個使っちゃうんじゃさ、え、どうコスパいいかなっていうのがちょっとね、謎だったんだよね。えカニタンさん、盲点ないとは、そう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 、盲点ないんだ。盲点ないんだってどうやって見てんだろうって感じだよね。てんたまさん、お祭りでイカ焼きとたこ焼きどちらかおごってもらえるとしたらどちらにしますか？たこ焼き。カニタンさん、ゆりさん、やーいって言ってた。やばいにすればいいのか、それをな。てんたまさん、うずらのひなって可愛いだろうなね。ただ可愛いんだけど、あっという間に増えるらしいんで、ほっとくと増えるらしいんでね。なんか食べるらしいけどさ。てんたまさん、うずらの卵って、ちゃんぽんか皿うどんにしか使えませんね。そうそう。で、ゆで卵のね、そのさ、八宝菜とかそういうのの具としてさ、ね、乗っかってるぐらいのイメージしかないけど、ただあれもさ、皮剥くのめんどくさいじゃんか。一口で食べちゃうのにさ。なかなか料理するのめんどくさいよね、うずらの卵はと思ったんだけど、まあ確かにね、卵かけご飯にするんだったら割るだけでいいんだから、まあそれなら確かにね、シンプルで使いやすいかとは思ったんだけど、いや、5
5個使っちゃう。何回言うんだろう。5個使っちゃうのかと思ってさ。うずらの卵が鶏並みに大きかったらちょっと怖い。まあね、親のサイズと比べてね、違うのが出てきたらちょっと怖いけどな。あ、そっか、あの柄で、そっか、この大きさの卵だったらっていう感じか。ダチョウの卵はもっとでかいじゃんか。うずらの卵みたいだけどさ。カニタンさん、うずら卵は串カツにあると嬉しいね。そう、もう、だから調理された状態で、出てくるのは嬉しいんだけど、自分であれをさ、調理しようとするとさ、まあ、茹でるのもね、手間で、皮むくのも手間で、食べるときは一口でさ、もう割りは合わないじゃん。っていう感じなんだよね。うずらの卵は好きだけど、自分で調理するのはさ、ってさ、思っちゃうんだよね。カニタンさん、串カツいいですよね。カニタンさん、いいな、みんな揚げ物好きよね、ってなわけで、本日も竹の屋ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを入れといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あとご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方はこのチャンネルには猫の動画がいっぱいありますのでそちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。